今回の物件紹介はいつもと一味違うぜ。なんと、私が事務所兼、住まいとして使うためにガチで契約した空き家なんだぜ。おいおい、ついに自分で借りちゃったのか。というわけで、超個人的でプライバシー丸出しの私の新拠点をみんなに包み隠さず公開していくぜ。まだ引っ越しが終わっていなくて、荷物も全然入っていない状態だけど、その分間取りがわかりやすいと思うぜ。それでは、早速チェックしていこう。行ってみよ。まずは立地についてだな。場所は高鍋町の中でも少し内陸に入ったところなんで、津波の心配が少ない安心のエリアだぜ。自然災害は怖いよね。ここで、高鍋町がどんな町なのか軽く解説しておくぜ。人口は約2万人。宮崎県内で最も面積が小さい町として有名だけど、1平方キロメートルあたり約500人という人口密度だな。コンパクトシティってやつね。生活に必要なものが近くに揃ってるのはありがたいわ。コンパクトな町内に商業施設や教育機関がギュッとまとまっていて、実はめちゃくちゃ利便性が高い地域なんだぜ。サーフィンで有名な鹿口浜があって、県内外のサーファーからも大人気のエリアだ。またおいおい、この高鍋町の魅力は動画で発信していくぜ。まあ、楽しみに待っとくわ。まずは、外から見ていくぜ。車を1台止めてもまだまだスペースが余る広さだぜ。これなら友達を呼んでバーベキューなんかをやるのにも最高だな。そんな友達いたっけ？玄関前に花壇があるな。ここには、私の観葉植物コレクションをずらりと並べる予定だ。どんな雰囲気になるか今から楽しみだぜ。おう、急に意識高い系のアピールしてきたわね。南側には、なんと6面もの大きな窓があって、開放感が半端ないな。ここはペット科の借家なんだけど、うちのお姫が窓際でゴロゴロ、日向ぼっこしている姿が、今から目に浮かぶぜ。お姫ちゃん、専用の特等席になりそうね。ここは洗濯物を干す場所だな。風通しが抜群に良いから、速攻で洗濯物が乾きそうだぜ。ただ、物干し竿をかける位置がちょっと低いのが気になるところだな。ぎっくり腰気をつけれ。ここで、この物件の基本情報をまとめておくぜ。土地面積は、不明、床面積は、26.49坪、木造平屋建ての 5DK、1974年築で、家賃は4万5千円。地方の空き家とはいえ、なかなかのコスパね。台所に直結している勝手口だぜ。給湯器があって、雨よけのサッシもバッチリついてんな。ここは大家さんがまだ現役で使っているらしく、残念ながら私は使用不可なんだぜ。じゃあ、そろそろ中に潜入していこうか。玄関ドアは、見ての通り、漆黒のダークゲートだ。渋くてなかなかかっこいいだろ。どこで、12秒こじらせた。軒先が広く作られているから、置き配をされても雨に濡れにくくて安心な仕様だぜ。中に入ると、玄関床のタイルのカラーリングは、正直、私の趣味ではないな。はっきり言うね。だけど、これだけ広さがあるのは、普通に嬉しいぜ。シックな木目調の壁があったり、なぜか一部だけピンクになっていたりと、情報量が多すぎる玄関だけど、私は結構気に入っているぜ。すごく日当たりが良い玄関だし、大きな靴箱を置けるスペースも確保されている。私は異様に靴の数が多いから、この仕様はありがたいな。内覧に来た時、この長い縁側を一目見て、私はこの物件に一目惚れしたんだぜ。このレトロな雰囲気がたまらないな。これぞ日本の白屋って感じで素敵じゃない。まあ、このファンシーなピンクの壁だけは、なんとかして欲しかったけどな。さっきから、要所要所でピンクが主張してくるわね。玄関を上がってすぐの場所には、洗面所と洗濯機置き場があるぜ。帰ってきたらすぐに手洗いうがいができるし、汚れた服をここで脱いでそのまま洗濯機へライドオンできる、神動線だな。帰ったら、2秒で真っ赤になるつもりね。古い建物だから壁の統一感がなくて、継ぎはぎだらけな感じがするけれど、それが逆にいい味出してるぜ。ただ、唯一の心配事といえば、今使っている洗濯機がこのスペースに収まるかどうか、まだサイズを測っていないことだぜ。おい、そこは一番最初に測りなさいよ。洗面台の下の収納がやたらと充実しているな。一体何を入れろって言うんだよって突っ込みたくなるレベルだぜ。よく見ると洗面台に、ウォークって書いてあるんだが、これは一体、何かのメッセージなのかい？深い意味なんかないわよ。シンク自体は深くて使いやすそうだけど、シャンプードレッサーがないのはちょっと厳しいところだな。玄関から丸見えの洗面所だから、歯ブラシなんかはさっきの充実した床下収納に隠しておくのが良さそうだぜ。次にトイレを紹介するぜ。
どうだい、この壁も床もピンク一色のトイレ、ちょっと気が狂いそうなデザインだろう。この狂気的な空間で毎回用を足すのかと思うと、オーラー、ワクワクすっぞ。どうした魔人ブーでも連想したんか。もし私がここの裸電球を豪華なシャンデリアに買い出したら、あ、こいつ壊れたなと思ってくれよな。その時は全力で阻止するわ。メルヘン事故。機能面を見ると、一応、便座ウォーマー付きのウォシュレットタイプになってるぜ。ただ、ここは、簡易水洗の汲み取り式なんだぜ。ああ、なるほど。ボットン便所の上位詞ね。実は宮崎の一部エリアでは、まだ下水道が整備されていなくて、こういう簡易水洗や浄化槽を使っている地域が結構多いんだぜ。地方移住を考えている人は、こういう水回り事情も知っておくと、参考になるかもしれないな。続いてはお風呂に行ってみるぜ。めっちゃ細い脱衣所だな。脱衣のためだけのスペースね。お風呂との境界には結構な段差があるから、入るときにつまずかないように気をつけないとな。ここでつまずいたら地獄ね。タイル張りのお風呂だから、冬場は、なかなか痺れる寒さになりそうだな。ただ、上部には小窓がついているから、日中はかなり明るいお風呂だぜ。あと、アルミの浴槽は、なんと追い焚き機能がついてねえな。ここは、かなり悩んだな。でも、高鍋町の賃貸は結構追い焚きが、ついていない物件が多かったんだぜ。どっかで妥協は必要ね。おっと、よく見たら脱衣所の上部が開いてるな。これなら脱いだ汚れた服を、ここから洗濯機に向けて、スリーポイントシュートで放り込めるぜ。ステフィン・カリーだな。こちらは 5.5 畳の洋室だぜ。入居するにあたって、もともと砂壁だったところを全部屋、板を張って綺麗にしてもらったんだぜ。大家さん、本当にありがとうございます。入居前にそこまでリフォームしてくれるなんて、めちゃくちゃ優しい大家さんね。ここは、リビングとして使う予定だぜ。ここには奥行きのある2段の収納もしっかり確保されているぜ。そして隣にあるのが、ちょっと変則的な7畳の洋室だ。もともと2部屋だったところを、鴨居や敷居を撤去して、一つの部屋にリフォームされているんだぜ。こっちには、上下段に分かれた大型の押し入れ収納があるな。完全に扉を取り払ってワンフロアにするんじゃなくて、少しだけパーテーションが残っているのが、エリアを区切りやすくて逆に使いやすそうだと思ったんだぜ。確かに、ちょっと空間が仕切られている方が家具の配置もしやすそうね。今のところ、玄関から東側のスペースを居住エリアにする予定なんだけど、具体的なレイアウトはまだ全然考え中だな。ちなみに、この7畳の洋室を寝室にする予定だぜ。家具のレイアウト考えてる時が、一番脳汁がドバドバ出るわよね。続いては、台所だ。この白のペンキで塗った壁、なかなかシャーレオツじゃないですか。言い方キモ。私が結構気に入っている場所の一つなんだぜ。スペースもかなり広くて、これまで使っていた大きな冷蔵庫や棚もそのまま持ってこられそうだな。もともとあった窓を潰して棚が設置されているから、収納に関しては全く問題なさそうだ。まあ、そのおかげで、絶対に開ける気のない窓が爆誕してるけどな。シンクと調理スペースはちょっと狭めだな。ここは作業がしやすいように、調理台を別で置くことを検討中だぜ。これだけスペースが広ければ、背面に棚を置いて、そこを作業スペースにしてもいいもんな。真ん中に作業台を置く、アイランド風のレイアウトもできそうね。ちなみに、奥にある窓もこれ。また全く開ける気ねえな。最高性はいいけどね。ただ、このちょっとしたスペースに調味料やよく使う調理器具を置いておけるのは、地味にありがたいぜ。足元のフロアキャビネットも結構な容量が入るから、ホットプレートやガスコンロなんかも余裕で収納できそうだぜ。
ちなみに、さっき言ってた壁だけど、縁側も大家さんに頼んで全部板を張ってもらったんだぜ。一歩間違えたら、全面ファンシーなピンクの壁に包まれて暮らすというスリリングなリスクがあったけどな。かなりリスキーな判断だったな。そして、この縁側の奥には大容量の収納スペースがあるんだ。ここにはアウトドア用品や掃除機なんかをすっきり収納しておく予定だぜ。外で使う趣味の道具を縁側からダイレクトに出し入れできるのは地味にありがたい仕様だな。さあ、続いてはこの家で唯一の和室の部屋だぜ。個人的には、ここもフローリングだったらさらに最高だったんだけどな。まあまあ、日本人ならやっぱり1部屋くらい畳スペースがあった方が落ち着くじゃない。そして、古い賃貸物件における最大の難関がこれだ。じゃじゃん、床の間と仏間のスペースだぜ。このスペースをどうやってクリエイティブに活用するか、これがなかなかの悩みどころなんだよな。どんな風に活用したら面白いか、ぜひみんなのアイデアや活用術をコメント欄で教えてほしいんだぜ。よく見ると、天井が少し斜めになっているのもレトロで味があるな。こっちは仕事部屋としてがっつり使う予定なので、部屋を仕切っている襖は全部取っ払う予定だぜ。襖を外すだけで空間が広くなって、一気に実用的なワークスペースになりそうね。それにしても、この縁側からの開放感は本当にたまらんねえ。これだけ気持ちいい空間なら、作業効率も爆発的に上がりそうだぜ。環境はバッチリなんだから、仕事サボんなよ。朝はここに腰掛けて、庭を眺めながらコーヒーをすするチルタイム。なかなか絵になる新生活がスタートしそうだぜ。いかがでしたでしょうか？今回の空き家、いやもう空き家じゃないね。今から荷物が入って、一気に生活感出ると思うので、また、気が向いたら生活感丸出しの、ルームツアーもするかもね。というわけで、今回はここまでね。次回の動画もお楽しみに。高評価、チャンネル登録お願いね。このチャンネルでは、空き家情報の掲載を無料で行っています。掲載だけでも OK。反響があるか確かめたいという方も大歓迎です。遠方の方でもご相談ください。また、不動産業者の皆様からの掲載ご紹介も受け付けています。このチャンネルでは、人が住まなくなった家の新たな物語を見つけ、その魅力をお届けしています。もっと見たいなと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。